どうも、田舎もんです。もともとね、こんな感じだった物置。曲がりなりにも床ができまして、今度はね、ドアがないので、ドアをね、その辺に転がってる木で、安くね、作れないかなってことで、前回はね、途中まで作っていってました。こんな感じで枠を作って、貼り合わせる板は過去に剥がした床板をね、適当にその場で合わせて切って、合わせて切ってって感じでね、貼り合わせていきました。オリジナリティあるといえばね、聞こえはいいんですけども、結構ね、ガタガタなんですけども、なんとか形にはなってきました。現状ね、こんな感じになってるわけですね。隙間だらけだし、一応ね、ハマることはハマるんですけども、これからね、蝶つがいの方もつけていかなくちゃいけないんですよね。で、蝶つがいを用意しまして、それに合わせてね、こういう風に線を引いてあげました。で、ここをですね、のみでね、削っていくんですけども、僕自身ね、のみを使うことって人生で多分これ2回目ぐらいなんですよね。なので大体な感じで、見よう見まねでやっていってます。動画とか見てるとね、皆さんすごい上手にされてるんで、僕もできるかなとかねそんな甘い考えを持って作業をしてるんですけど、いつも通り、全然思い通りにいかないっていう感じなんですね。で、削ってるうちにですね、なんかもう線のことをすっかり忘れて、もう完全にね、掘りすぎちゃいましたね。本当にね、なんでこうなったのかなってね、小1時間ね、自分を責めましたよ。こんな感じですね。蝶つがいから完全にオーバーしてるっていうね。なんでこんなことになったんやろうな。でも表面もね、結構ガタガタなんですけども、これ以上触るとね、さらに悪化しそうな初心者のね、あるあるなんですけども。なので、2個目はね、もうちょっと慎重に作業を進めていきました。ちょっとずつね、慣れてきまして、なるほど、なるほど、そういうことね、と思ってね、油断してるとですね、こんな感じでサクッとね、いっちゃうわけですよね。でもね、1個目よりかはね、だいぶ小増しにね、掘ることができました。こんな感じでね、サイズ的にもぴったりで、表面はね、相変わらずガタガタですけども、はまったんでね、これでいこうかなと。ただ、思ってる以上にね、深く掘ってるみたいで、柱側も逆にこれはもう掘らんでいいのかなっていうふうに思いました。なので、早速ね、蝶つがいをもうビス止めしていって、固定していく段階に、ね、進んでいきました。一応ね、蝶つがいのこの管の部分、真ん中の分厚いとこですよね。そこだけちょっと削った方がいいのかなと思って、ザーッと削っていってます。で、早速ね、蝶つがいをビスで止めていくんですけども、止めてからね、これ下どうしたらええんやったっけと思ってね、ちょっと焦り出してます。下の位置をね、初めに決めておかなくちゃいけなかったんですけども、その場で合わせたらいいかと思ってたんですけども、いざね、その段階になってみたら、これ、手を離すとね、上の蝶つがいが傷んじゃうんで、手を離せないと。なので、こう、木を挟んでね、ちょっと浮かして、大体この辺かなと。最後は結構ね、これはもう勘で、もう、ここやみたいな感じでね、位置を決めて、止めていきました。思い切ってビスを打ったんですけども、ほんまにこれでよかったんやろかと、ちょっとね、内心ビクビクしながら締めてみたら、一応閉まるのは閉まると。ただこれね、左の上ですね。木の枠はね、合わせてあったんですけども、張った板がね、数ミリはみ出てるので、ちょっとね、きつくなってきました。ここはね、後々柱をね、削って調整しておきました。ただ、適当に決めた位置がね、やっぱり良くなかったのかな。自動ドアになりました。一応開閉できるドアにはなりましたが、ここね、結構隙間がこんな感じでたくさんあるんですよね。なので、今からね、アクリル絵の具とシリコンシーラントを使って、この隙間をね、埋めていこうと思います。ドアがね、結構茶色い濃い色なんで、緑にすると、なんか雰囲気出るかなと思ってね、本当にね、これは思いつきでやってるんですけども、で、いろいろネットで調べたら、油絵の具を使う方が相性はいいっていう風に情報があったんですけども、油絵の具はちょっと行方不明なんで、しょうがないんで、アクリル絵の具でね、やっていきます。で、これはね、透明のクリアをね、選ぶと色がね、しっかり出ます。
僕自身ね、これはもう完全に初のチャレンジなんで、本当にね、実験がてらって感じなんですけども、あんまり量を作るとね、どんどんこれ硬化していっちゃうんで、まあ本当にね、ちょこちょこ作るのが正しいのかなと思います。で、これその辺に転がってたバターナイフでとりあえずやってるんですけども、やってみてもこれ指のがね、しっかりね、奥まで詰め込めますね。で、あと間違いなくね、マスキングテープいります。拭き取ったら綺麗にできるかなと思ったんですけども、なんかね、変な油っぽいのが残っちゃうんですよね。こんな感じで。ある程度ね、色は綺麗に落とせるんですけども、このなんかね、シミがね、気になるんですね。まあ続いて、他の場所もまあ、とりあえずマスキングテープないんで、まあとりあえずね、これで押し込んでいきます。で、拭き取ってあげると、こんな感じになるんですね。なんか、味があって面白いですよね、こういうのね。いろんな色を入れてもいいかもわかんないですね。でも本当にね、隙間だらけなんで、まあ遊ぶスペースは大量にあるっていう感じですね。まあこんなんね、プロは絶対ね、隙間がないように作りますし、まあ素人やからこそね、隙間があるわけで、まあその隙間をね、楽しむっていうのもね、DIY に大事なんかなって思ったりもします。ただこのね、シミがね、本当に気になるんで、まあこのシミもね、さらにね、ワックスをかけてごまかしていこうかなって考えてます。本当にね、このちっちゃな手抜き一つがね、どんどんさらなる仕事を呼び込むっていう、なんかこれって本当に全然関係ないですけどね、誰しも経験あると思うんですけど、ちっちゃな嘘つくことってあるじゃないですか。で、そのちっちゃな嘘をね、嘘やとバレへんために、こう、辻褄を合わせる必要ってあるじゃないですか。なんかそれにね、すごい似てるなと思ってね、なんかそんなことをぼんやり考えながらね、ひたすら隙間を埋めていってましたよ、この時は。そしたらですね、画面ね、右上にマーシーさんがベース持ってね、養生テープを持ってきてくれました。まあ、マスキングではないんですけども、まあ、ガムテープよりかはマシでしたね、これね。こんな感じで、養生テープがあるとね、だいぶ綺麗にできますね。ただこれ綺麗に埋まってるように見えてね、硬化するとちょっと隙間ができたりするんですね。まあ、その辺はね、またおいおい修復していこうと思います。で、作業してたらだんだん同じ色を使うのに飽きてきまして、ちょっと黄色を足してね、黄緑にしてみました。こっちの方がね、このドアにはちょっとフィットするかもわかんないですね。で、先ほどもね、ちらっとお話ししましたけども、この時点でね、バターナイフで、まあ十分詰め込めてると僕は思ってたんですけども、ね、硬化したら隙間が空くってことは詰め込みが甘いっていうことでしょうね。なのでやっぱり指でね、がっつり押し込んだ方が良かったなと。まあ今編集しながらね、それはちょっと反省点やなと思ってます。で、しばらく黄緑を塗ってたらだんだんまた飽きてきまして、まあ本当にね、飽き性なんですけども、今度はね、ちょっと赤を足して茶色に近いオレンジを塗っていきました。火もね、だんだん暮れてきたんで、なんか無意識でね、あったかい色を求めてたのかなとね、今になって思うんですけども、まあ本当にね、これぐらいもう、何時やろうね、これ8時ぐらいかな。もう真っ暗な中ね、ひたすら自宅のパテをね、ドアに詰め込んでいってましたね。結構楽しい作業でしたけどね、これはこれで。で、翌日ですね、明るくなったんでね、どんな感じかなと思って撮影してます。どうでしょうか。まあ趣味悪いって言われたら趣味悪いかもわかんないですね。まあでもなんかイメージしとったような形には近づいてきたかなって感じがしますね。こういうところがね、なんかほんと僕ね、幸せを感じますね。こういう傷がね、違う色で埋まってるところ。多分これからもね、どんどん傷できるでしょうし、その時はね、黄色とかね、紫とかピンクとか、なんかカラフルにしていったら、それはそれで結構面白いかもねって思いましたね。
そしてこのね、油の染みをごまかすのと木の保護を兼ねて蜜蝋をね、塗っていきます。で、左と右、これはね、もうすでに塗ってあるので、ちょっと色がね、濃くなってるの分かりますかね。で、残りの部分とあと塗っていくんですけども、まあ素手で塗るのがね、僕はこれほんと好きで、ブーツとか革ジャンとかに油塗るときも、まあ絶対ね、素手で塗るんですよ、いつも。なんかその方がね、幸せを感じるんですよね、本当に。カサカサやったもんがどんどんスベスベになっていくのにね、肌を通して感じられるので、本当にね、これは幸せな作業なんですよ。ただこれね、結構面積が広いんで、まあしんどいっちゃしんどかったですけどね。でもまあ楽しい作業でしたよ。で、ザーッと塗ってあげたらね、雑巾で拭き取ってあげて余分な油を取ってあげると、もう本当にね、すべすべで気持ちいいんですよね。もう頬ずりしたいぐらいですよ。油を塗ってあげてね、なかなかいい感じになってきましたよね。やっぱ茶色もなかなかね、いい味出してますよね。こうやって見てみるとね。まあ、いつまでね、この効果が長持ちするのかっていうと、まあちょっと疑問はあるんですけども、まあちょこちょこね、手入れしてあげるのが一番いいのかなとは思うんですね。この辺とかすごい気持ちいいですよね。まあさっきから気持ちいいとか幸せとか言ってますけども、これは誰か共感してもらえるんですかね。で、一応ですね、扉の内側ですね、まあ、鍵代わりに缶抜きをね、つけてあげました。まあ本気でね、泥棒さん来られたら、まあね、蹴破られるとは思うんですけども、まあ昔の家ってね、どこかしら入ろうと思ったら入れる場所絶対ありますからね。まあそこはあんまり考えすぎてもキリがないかなと思ったりもします。ゆくゆくはまあ防犯カメラとかね、フェンスとかで、まあ敷地内にね、入りづらいような環境を作ってあげるっていうのがまあ打てる手なのかなと、まあそんな風に今考えてますね。続いてドアノブはね、まあケチりにケチりまくって、ホームセンターで258円の、まあ真鍮メッキなんですけどね、まあ安物をつけてみました。まあこれはね、まあいろいろ考えたんですけども、ドアノブをつけるドアの厚みがね、足りなかったんですよね。なので、まあこういう取っ手でね、まあなんとかごまかしていこうかなと。で、これ風が吹いたらね、ドアが内側へバーンっていっちゃうんで、引っ掛けをね、つけてあげました。これもね、穴をね、本当は開けてあげたかったんだけど、ちょっとね、ドアの位置関係で開けれないんですよね。なのでまあ、これもね、ゆくゆく高さをつけてあげて、この引っ掛けにね、下にキーでもなんか入れてあげて、で、付属のパーツね、こういうやつに通せるように、まあ、していこうかなと。まあまあまあ、ゆくゆくですよ。まあ、とりあえずは、まあ、これでね、ドアは開かないんで、まあ、これでよしとしましょう。で、まあ、なんでね、こんなにね、とりあえずで進めてるかっていうと、もう表札を作りたくて、もうずっと前からね、うずうずしてたんですよね。で、書く文字はね、前々からね、ずっと頭に考えてたんですよね。田舎もんっていうのをね、略して INK って書こうかなと。で、INK ってインクやなと。インクやから滴るよねって思ってたんですけども、なんか書いてみると、全然ね、しっくりこないんですよね。なので、これはもう却下。改めてちゃんとね、田舎もんって書いてみました。でもね、なんかこう自分の中でおしゃれにしよう、かっこよくしようっていうね、なんていうかこう、美しくない気持ちがあるなって書きながらね、自分の中で気がつきました。なのでこの愛をね、ぐるぐるってした時にね、何かこう自分の中で、蓋がね、取れました。あとはもう思うまま、感じるままに、自然とこの暮らしをね、書いていきました。
やっぱりね、ええ加減なドアなんで、最後までね、かっこつけずにええ加減にやり遂げるっていうのが、このドアの求めてることなのかなと、そんなことをね、ぼんやりと考えながら、久しぶりにね、絵を描きましたよ。もう引っ越しまでね、本当にね、時間がないのにドアで遊びすぎましたよ。なので、次回はね、もうひたすら引っ越しの話で、多分ね、あんまり面白い話じゃないと思うんですけども、そんな感じでね、やっていこうと思います。今回もね、最後までご覧いただきまして、本当にね、ありがとうございます。皆さんね、いろいろ思うところあったかなわかんないですけどね、コメントでね、いろいろお話しくださると、僕もね、一つ一つ味わって読みたいと思いますので、ぜひね、コメントを残していただけると嬉しく思います。それではまた次回お会いしましょう。